皆さんこんにちは。ヒロックとモーちゃんの台湾旅行のヒロックでございます。ついに正式開通した新北 MRT 山陰線。台北中心部からのアクセスが劇的に便利になり、人気の観光地サンシャーやインカーへの旅がぐっと身近になりました。ということで今回は台湾旅行の玄関口である台北駅からスタートし、この新しい山陰線に乗って気になるスポットや絶品グルメを1日かけて巡ってきました。動画の中では山陰線の最新情報はもちろん、便利になった観光地へのアクセス、そして台湾旅行で役立つポイントや注意点まで情報盛りだくさんでお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに今回ですが、モーちゃんが別件の打ち合わせでお休みとなっております。今度はぜひ2人で巡ってほしいというリクエストなどありましたら、また2人で巡る動画も作りたいと思いますので、コメントやメッセージでお知らせいただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。私が現在おりますのが台北の中心、台北駅でございますけれども、本日はですね、この台北駅を出発して、まずは台北 MRT の万南線に乗ってディンプーという駅に向かいます。あとですね、これ先ほど調達したんですけれども、もう夏の台湾旅行はね、本当暑いので、やっぱりね、水分補給は大事ということで、皆さんも台湾を旅することがあったら、お水を持ち歩くことをお勧めします。で、これから乗る台湾の地下鉄、台北の MRT ですね、につきましては、こちらの看板にあります、この台北 J ウィンと読むんですけれども、その下に英語で台北メトロと書かれてますけれども、こちらの案内に従って進んでいきます。そして台湾のエスカレーターは日本の大阪やイギリスのロンドンと同じ右側並びとなります。で、ご覧の通り台北駅はですね、台北 MRT はこちらの淡水審議線と、あとこちらの万南線っていう2つの路線がありまして、今回乗るのはこの万南線なので、万南線の方に進んでいきます。で、台北の MRT はこのように色分けされておりまして、万南線は青色ですね。そして改札の手前にあるのが自動券売機です。こちらの白い機械では台湾の交通系 IC カード、ヨーヨーカードの購入とチャージができます。カードを新しく購入した場合、最初の残高は0元となっておりますので、そのまま改札を通らず必ずチャージするのをお忘れなく。で、私が乗るのはこのディンプーっていう書いてある方の電車になります。ちょうど今来ましたね。ですけれども、こちらの MRT の列車はですね、ヤートンイーエンっていう場所に行く列車なんですよ。で、これだとね、ちょっとディンプにたどり着けないんで、次の列車を待ちたいなと思います。あとですね、この台北 MRT、台湾で MRT ですとか LRT と呼ばれる公共交通機関の場所のホームおよび列車内、そしてですね、駅構内に関しましては、全て完全飲食禁止という形になります。で、改札口に入るときに黄色い線が引かれてるんですよ、地面のところに。それを越えたらもう完全飲食禁止になりますので、この点はご注意ください。さあ、私の乗る列車が入線してきました。こちらは MRT 万南線ディンプー駅となります。車内に入ると座席の色が2色に分けられておりますが、台北 MRT では紺色の座席が優先席となります。しかしながら台湾では一般席に座っていたとしても座席を譲る場面を見かけたりするんですよね。それがすごい優しいなと思って、もし旅行中に席を譲りたいなと思ったら、どうぞ珍蔵珍蔵なんて声をかけてあげると喜んでいただけます。こういったコミュニケーションもいいですよね。
じゃあ、林府駅到着しましたね。もう今からでもめちゃめちゃ楽しみなんですけど、っていうのもですね、もうここからはもう私も初めて来るところなので、ちょっといろいろ探しながら行きたいなと思います。このサイン線のね、案内が出ているので、これ通りに進んでみましょうか。あ、そうだ、あとお伝えし忘れたんですけれども、台北 MRT なんですけれども、7月からですね、こちらクレジットカード、要は外国のクレカのタッチでも乗ることができるようになりました。非常に便利ですね。山陰線はですね、新平市の MRT に分類されるんですけれども、実は地下を走るんじゃなくて、ずっとね、高架を走るので、すごい景色もいいらしいです。それもちょっと楽しみですね。いや、なんか新しくできた場所でしょうけど、先ほどウサギのね、オブジェクトがあったり、ちょっといろいろ綺麗というか可愛いらしい感じがしますね。なんかちょっと遊園地に行くような、そんなワクワク感があります。あ、もうエスカレーター上がってきたらすぐプラットフォームのようですね。じゃあちょっと早速入ってみましょうか。あ、今ちょうど来たのかな。今改札口のところを見たんですけれども、どうやらですね、クレカタッチできる場所はなかったですね。ですので、乗られるときはトークンを購入されるか、このヨーヨーカーがあれば乗車することができるかなと思います。ただですね、今新しく開通したっていうことで、8月末までだったかな、無料で乗れちゃうんですよ。私にとってはですね、本当それはすごいありがたいことなんですけれども、ちょっと今回はありがたく乗り倒させてもらおうかなと思っております。おお、新しい車両だ。ちなみにこちら林府駅はこの新しくできた山陰線の始発駅にもなっております。ですので、あそこでですね、次に発車する列車が待機しているっていう形ですね。もうすぐ来るのかな。あ、来た来た。あとですね、この列車なんですけど、運転席がないんですよ。ほら、このような感じで。ですので、美しい全面展望も楽しめるということで、これについてはですね、ちょっと後でまた乗ってみましょう。こちら、滑らかな流線形のデザインとライトブルーとシックなグレーのラインが印象的な山陰線の車両ですが、なんと設計製造を手掛けたのは日本の日立グループ。このデザインは見渡す限りの青空とゆったり巡る渓谷をテーマに、三者イン側の豊かな自然をイメージして作られました。2両編成のコンパクトな車体ながら最新の完全自動運転システムを採用しており、広々とした車内空間が保たれています。そしてこの山陰線はここ林府駅から三社イン側を経てインターフーダー駅までを結ぶ全12駅、全長 14.29 キロの路線です。全線の所要時間はおよそ30分、ラッシュ時間帯には約 5,6 分間隔と高頻度で運行されており、観光のみならず都市交通としての利便性も申し分ありません。さらには全線が高架構造となっているため、防音壁以外線路上に遮るものがありません。そのため美しい車窓を楽しめるのも大きな特徴の一つ。街から大自然へと移り変わる車窓の風景とともに、次の目的地増田駅へと向かいます。いや、もう初めて乗ってみた感想なんですけど、やっぱりね、新しい車両ですごいやっぱりワクワクしますね。で、今ちょっともう始発から一駅離れた増田駅っていうところに
ついてるので、一息しか乗ってないので、まだ何とも言えないんですけれども、また後ほどね、素晴らしい景色と巡り合えるんじゃないかなと思います。で、私が今なんでこの駅で降りたかっていうと、ちょっとね、食べたいなと思うものがありまして、まずは先にね、そのお店に行ってみたいなと思います。ちょっと今2番の出口から出たかったんですけど、開放されてないみたいで、とりあえず1番の出口から出ます。お、ちょっと見えますかね。ちょっと逆光になってるかもしれないんですけれども、この隙間から見える新しい MRT の線路とですね、こちらを見ますと、美しいダーハンシーと呼ばれる川、そしてあそこは高速道路かな、大きな道路が通っていますけれども、とてもすごい自然感じられますね。今ここ風がめちゃめちゃ吹き抜けてるんですけど、めっちゃ気持ちいいです。改めて見ましてもやっぱりクレカタッチはなさそうですね。0円、ありがたいです。ちょっとトイレ行ってこう。じゃあ今こちらがですね、益田駅を出たところなんですけれども、でこの駅ですね、降りた理由としましては、ちょっと食べたい麺線がありまして、ちょっとまずはね、そのお店にね向かってみたいなと思います。とはいえ今ちょっとこの辺り工事中で歩道が狭いですね。気をつけて歩かないと。ここかな、本面線って書かれてますけれども、本面線こちらですね。ここで食べられる。你好，我要内用。要什么？要一个那个大的大肠面线。70。好。ここ開けて入るんですね。おお。で、卓上の調味料はですね、これは黒酢ですね。これをかけても美味しいそうです。これはなんだ。これちょっと後でかけてみましょうか。あと三ジャンニンニク醤油ですねがあります。じゃあそしたらですね、先にノーマルの状態でいただきます。麺線っていうのは、日本のそうめんみたいな小麦粉で作られているものなんですけれども、じゃあいただきます。うまっ。かつおだしなのかな、ちょっとね甘めの味付けなんですけれども、けどねなんかね香ばしさの方が勝ってるって感じです。しかも嬉しいのはこちらのイートインスペースなんですけれども、このようにですねエアコンがガンガン稼働していまして、めちゃくちゃ涼しいです。もうこのように真夏ですよ。もう今日気温35度とかですからね。そんな中でこの冷房が効いたイートインスペースで熱々の麺線を食べる、最高の贅沢じゃないかなと思います。じゃあちょっと次はですね、この黒酢、これをちょっとかけてみます。おそらくデフォルトでもね黒酢が入ってるんじゃないかな。少しさっぱりするんですよ、デフォルトでも。なのでちょっとこの黒酢をかけたらよりさっぱりするのかなと。この黒酢の独特の香りも加わってめちゃめちゃ美味しいですね。ちょっとすいません、食べながら喋ってしまったんですけど、次これなんでしょうね。ちょっとわからないので少しだけかけてみましょうか。ちょっとこんな感じでかけたんですけれども、いただきます。辛いソースだこの黒いソース、辛いソースでした。結構たくさんかけちゃったのですごいさっき辛かったんですけど、ただね味わいめっちゃ奥深いです。これかけると本当美味しいと思います。ちょっとかけます。ちょっとたっぷりめにかけさせていただきました。であとこのサンちゃんのこれも絶対美味しいと思うんですよね。こんな感じになりました。いや辛いかな、ちょっと心配だけどまあいいか。じゃあちょっとたっぷり混ぜて、さっき結構たっぷりめに入れたんですけど、そんなに辛くないです。びっくりしたのが本当に辛いっていうよりもより
コクが出てるっていう感じで香ばしい感じ。やっぱりこの酢と辛いソースラージャーと、あとはこのニンニク醤油をちょっと加えたらまた全然別の味になります。この麺線屋さんのいいところっていうのは本当にこうやって味変しながら食べられるっていうのが本当好きで、ローカルだと結構こういうカスタマイズできたりするので、あと安いですし、僕はね結構ローカルの麺線は本当好きです。もつも今食べましたけれども本当新鮮で臭みも全くないですね。噛めば噛むほどいい味が出ます。いやー最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。シェシェー。いやーほんと美味しかったですね。ミンシャンもそうなんですけれども、辛いソースは本当個人的にはすごいびっくりして、あんなにうまいものなのかと。なので辛いのが好きな方にとってはすごいねおすすめできるミンシェン屋さんじゃないかなと思います。よかったです。はい、というわけで増田駅に着いたんですけども、ちょっとホームにたどり着いた時にちょうど電車が来て急いで飛び乗ってしまいました。すごいめっちゃ景色が綺麗。すごい、この鉄橋もものすごいデザイン的だなと思ったら電車走ってますね。この鉄橋を越えていくみたいです。下を流れる川は三下川ですね。三下川下流に行くとダーハンシーという大きな川に合流して、そこからまた淡水の方に行くという形になります。いや今日本当快晴で外は35度暑いんですけれども、天気がいいとね本当景色が綺麗ですね。この辺りは。で次はですね、また三下ラウジェに行く前にもう一個ちょっと気になる駅がありまして、そこで降りたいなと思います。じゃあ降りました。こちらはですねロンプーっていう駅になるんですけれども、ここにはですねちょっと行ってみたいお寺があるんですよ。なのでそこに行きたいなと思います。いやこの駅もそうですけど、いちいち景色が本当すごい。なんかねマンション群とかがあそこら辺ずらーって並んでるんですけど、手前の方には緑があって、なんかそのコントラストがめちゃめちゃ良くないですか。すごい綺麗ですよ。風も気持ちいい。あれ、このロンプー駅には犬のマスコットがお出迎えしてくれましたね。ティンプーだったらウサギだったので、なんか関係あるのかな。じゃあ1階に降りました。地図を見るとですね、このハートマークがついているところに行きたいなと思うんですけど、どうやらこの道をまっすぐ行けば良さそうですね。ここの駅は先ほどの増田駅よりもすごい自然に囲まれてるって感じがします。なんかもういきなりハイキングコースを歩くみたいな。実はですね、先ほどの増田駅は結構ねハイキングコースの入り口とかもあって、ハイキングにいらっしゃる方も結構多いみたいですね。でなんかまたちょっとすごい風情のあるお寺とかもあって、そこ行きたいなと思ったんですけど、結構歩いていくと大変そうなので、ちょっと今回はね予定から外しました。その代わりですね、これから行くお寺も結構綺麗な感じで、サイン線できたらここ行きたいなと思ったところなので、ちょっと楽しみですね。わあ見えてきた見えてきた。わあここですね。MRT 竜保駅から少し足を伸ばすと、豊かな自然の中に静かに息づく厳かな空間が現れます。ここはこの地に暮らす人々の信仰を長年集めてきた三峡高校宮。その歴史は秦の時代である1788年、乾隆帝の時代にまで遡ります。この地に渡ってきた住民たちが旅の安全と開拓の平穏を願い、
三国志の英雄関羽、すなわち関西帝君を祀ったことがこの廟の始まりとされています。かつて医療が発達していなかった時代、病に苦しむ人々が神様に救いを求めると、この心臓の底座にある香木をわずかに削り、薬引として使うようお告げがあったという伝説が残されています。境内に広がる豊かなロケーションも魅力の一つ。廟の目の前には大きな池が広がり、多くの魚たちが優雅に泳ぐ姿や、周りの緑が水面に映り込む美しい景観が訪れる人の心を癒してくれます。三社の開拓の歴史を静かに見守り、人々の願いを受け止めてきたパワースポット。山陰線の旅をするならば、ぜひ立ち寄ってほしい特別な場所です。でこちらのお寺はですね、ナレーションでもお伝えしているかと思うんですけれども、三国志でおなじみの関羽、関西帝君が祀られています。関西帝君といえばですね、台北だと真剣君とか、そのあたりですごい有名なんですけれども、商売運の神様ですとか、あと武力、あと知力の神様になるので、厚く祀られている神様のうちの一人ですね。あとはこちらのお寺なんですけど、旧正月になると、ランタンが飾られるみたいで、なんか夜になるとライトアップされるらしいんですよ。でそれがね、結構写真で見るとすごい綺麗だったりするので、まだね、旧正月そのイベントの時にもね、来たいなっていうふうに思います。いやけどね、本当にもう大自然というか、もう南国ですよね。これヤシの木ですかね。もう南国に見られる植物ですとか、あれはバナナになるのかな。すいません、ちょっと詳しくなくてあれなんですけども、やっぱりそうですよね。バナナですよね。見えますかね。ちょっとバナナがなってるんですけれども、ちょっとこれだとズームがね、少ないんで分かりづらいかもしれませんが、こういった植物が見られるっていうのをね、日本ではなかなかないんじゃないかなというふうに思います。だから台湾旅行に来てハイキングされる方もいらっしゃるっていうことで、コメントとかでいろいろ教えていただいたりするんですけど、やっぱりね、全然やっぱり日本と雰囲気が違うので、だからハイキング好きな方も多いんだなっていうふうにすごい実感しますね。いやけど本当ね、いいお寺でした。もう大自然に囲まれて、駅から近いんですよ。駅から徒歩3分ぐらいなんですけど、本当になんか大自然に囲まれて、小鳥のさえずりが聞こえたりですとか、今もマイク入ってますかね。入ってたらいいんですけれども、すごく歩いていてのどかな感じですね。で、続きましてはですね、こちらの三社駅で降りて、三社アラオジェの方に行きます。で、ちょっと気づいたんですけれども、僕以前ですね、このインガー駅止まりだと思ってたんですよ。で、インガー旅行の動画を出した時に、この駅止まりですよっていう案内を出したんですけど、どうやらもうラオジ駅まで続いてるらしいですね。じゃあせっかくなので、こっちの方も行ってみましょう。じゃあとりあえずはまずは三社行きますね。さっき電車が出発したばかりなんですけれども、あと1分25秒で来るそうですね。3分間隔ぐらいですかね。かなり短い間隔で来ますね。下一站三峡 Next station 三峡 Station じゃあただいまですね、三社駅に到着しました。でこちらがですね、三社駅の地図になるんですけれども、今こちらが三社駅、今現在いるところになりますね。でここからですね、この民生街をずっと下の方に行きますと、この辺りがですね、要は三社アラオジェになります。ここに書いてありましたね、三社アラオジェで、バスで行くときはこの出口1番の A のバス停から乗ると、このようにぐるっと回って、この三社アラオジェ風神ルーっていうバス停に止まるんですよ。ただほぼほぼ歩くのとも変わらないので、ちょっとね、今回はこの2番出口を出て歩いてね、三社アラオジェの方を目指したいなと思います。なんか以前三社アラオジェ来た時に、この駅がまだ完成するまでで、工事の途中の様子もちょっと撮影させてもらったんですけど、なんかそう考えるととてもちょっと感慨深いものがありますね。もうできたんだみたいな感じで。
丁寧に書いてありますね。三社ラオジェあと 1.1 キロです。